はいさあクリスタル、もうね今日はねなかなか来られない沖縄の素敵な離島多良間島にやってまいりました。もう見てこの景色、自然と海、綺麗ですね。で平坦だから遠くまで見えるんですよね。本当だ、もうなんか畑とかこのね、沖縄らしい古き良き多良間島では島の生活はもちろんですけれども、もうね恵まれた環境なのでどういった作物を作ってるのかとか今日いろいろ見て回りたいと思います。サトウキビとか絶対あるだろうな。でもそれだけじゃないよ。早速行きましょう、せーの、レッツゴーやー。今回の旅は沖縄の健康食品を製造・販売している金秀バイオの提供でお送りします。さあ今日お二人は南西諸島の隠れた楽園多良間島へ上陸。琉球列島の真ん中石垣島と宮古島の中間に位置し、宮古島からは定期便が運航されているため、わずか25分で気軽に訪れることができる。観光地化されていない壮大な原風景とゆったりと流れる島時間、広大なサトウキビ畑や牧場など、別の時代を彷彿とさせるこの小さな島の周囲は約20キロで、透明度の高いエメラルドグリーンの海や美しい自然で訪れる人々を魅了する。さあ今日はお二人と一緒に多良間島の魅力を体感してみてください。さあこの素敵なねのどかな多良間島を回る前に、クリスタルにぜひ紹介したいこちらの場所がありましてですね。バスで聞いたことあるの？いや来たことあるわけではないんですけれども、リサーチしたらちょっとお二人と縁があって面白い場所かなと思いました。実はですね、こちらはこちらのね浜、もう見ての通り浅瀬なんですけれども、1857年にオランダの商船のファン・ボッセ号っていう船があって、その船がね実はあちらの方にもう座礁して沈没してしまったんですよ。でそこに乗っていたもう27人の船員がオランダからだったりねヨーロッパから来てたんですけれども、もう全員無事助かったんだけれども、しばらく避難させられてしばらく多良間島に滞在したとされているんですよね、帰る前に。だから19世紀にもう我々より前に同じ外国人がこの多良間島に来てちょっと縁を感じて、今日ねいろいろ多良間を発見しながら彼らが当時見た景色も見てたらいいなって思うんですね。なんか歴史感じますね。感じますね。縁もなんか先輩って感じですよね。我々からしてみれば。大先輩ですね。その時のね船に乗ってた中国の陶器だったりとか、あとその船の錨が今でも多良間村が保管しているので、本当に貴重な歴史になってると思います。すごい。じゃあ次はちょっと集落とか見に行きましょう。見ていきたいです。多良間村の人口はおよそ1000人で、その多くが村落の周辺に集まっている。かつて島のあちこちに散らばっていた集落は16世紀に島の中央より少し北の現在の位置に統合されたと言われている。美しい街並みや沖縄を連想させる石垣が見られ、2010年に沖縄県内では初めて日本で最も美しい村連合加盟を承認されました。しかし島全体が平坦な地域で台風の影響を直接受けやすく、厳しい自然環境にさらされているため、フクギなどの木々が集落を取り囲むようにたくさん植えられてきました。集落をねちょっと抜けたところでこんな素敵な、もう見てフクギ並木、素敵ですね。綺麗ですよね。こうやってずっと続いてて、
このオープニングでクリスタルも言ってたんですけれども、やっぱりこの島はね平坦なので、今日もそうなんですけど風が結構来るんですよね。今ほら木が途切れたところに出た途端風がすごい来たんですけれども、こういうね並木とかって、もう風よけとして使ってもう島を風から守ってる感じなんでしょうね。でも涼しいですね。でもね僕にはねちょっと説明の限界があるので、今日は実はね案内のためガイドさんを用意しております。お呼びしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。のぼりさんです。どうもよろしくお願いします。多良間島でガイドをしておりますのぼりあきこと言います。もともと内地の生まれなんですけれども、多良間島来た時にとってもこうなんでしょう、フクギ並木もそうですけれども人のあったかさとか自然の多さとかすごく魅了されまして、恋してしまったんですね。恋しちゃったんですよ。はい、なるほどですね。それでも移住を決めてもう2年半になります。素晴らしい。これぐらい魅力がある島ってことですよね。そうですね。今日のぼりさんはどういったところを案内してくださるんですか？そうですね。このフクギ並木の突き当たりにある塩川宇滝といって、そうですね。村民の方の心の生活の拠り所になっているそういった場所ですとか、あとはちょっとサトウキビがすごく綺麗に見える場所とかもありますので、島の歴史とか文化とか生活とかはぜひぜひいろいろ聞かせてください。よろしくお願いします。風が気持ちいいですね。場所いいですよね。本当にのどかで。多良間島はどんなところですか？伝統文化とっても大事にしている島で、すべての年中行事が全部旧暦で行われてるんですよ。なのでちょっとね内地とは暦がずれてたりとかするんですけれども、なんかでも人口も少ないですし、お互いみんなでそれを盛り上げる感じですよね。例えばその伝統行事とかどんなのがあるんですか？そうですね。やっぱり一番有名なのが豊年祭といって、豊年祭、神様に豊作を感謝するっていうお祭りがあって、いくつかあるんですけど、8月踊り。8月踊り。これは旧暦の8月に、やるんですけど、実際は大体いつ頃になります？ 9 月の上旬ぐらいになりますね。伝統的な琉球の衣装を身にまとって、もういろんな演者さんが入れ替わり立ち替わり3日間ずっと3日間です。有名な祭りなんですか？国指定の重要無形文化財に指定されていまして。重要無形文化財。いや、じゃあそれは相当。でも本当に1100人ぐらいしか人口ない島なんですけれども、その中で重要文化財に登録されているものがあるぐらい、もうなんかすごい貴重なものっていうことですよね。結構その季節には人が外からもたくさん集まるんですか？そうですね。石垣島とか宮古島からも来ますし、多良間出身の人たちも帰ってきてくれたりとかして、一緒にお祭りに出てくれたりして盛り上がったりします。お祭りといえば神社とかお寺とか連想するんですけど、本堂の方では今ちょうどね鳥居が見えてきたので、ここ宇滝ですよね、この先。よくご存知ですね。失礼いたします。失礼します。すごい神秘的な雰囲気ですよね。こういうものももちろんそうなんですけれども、木漏れ日、すごく癒される。癒されますね。よかった。多良間島にはこちらの宇滝含めて6つ宇滝がありまして、それぞれお参りしている氏子さんがいらっしゃるんですけれども、8月踊り、さっき言った8月踊りの前とかにはこちらにお供え物をさせていただいて、今年の豊年ありがとうございますと、感謝をさせていただいてから踊りを始めるというのが習わしになっています。感謝をすることで神様が
あ、じゃあ来年も豊作にしてあげようというね。ギブアンドテイクですね。感謝の気持ちうまいこと言いました。いやいやでも感謝の気持ちからもそうですねもう本当にこの文化だったり歴史だったりもこれでいろいろ分かったんですけれども、聞いた話ではねやっぱり多良間島といえばはい作物だったりとか農作だったりとか、まあ、牧場だったりとかもあるんですけれども、あ、そうですね。ちょっとね、サトウキビがとっても有名で、ほう実は県内で一番の生産量がほうちょっとね、いい場所あるんですけど、見に行きますか？ぜひぜひ畑もちょっと見たいですね。ねぜひお願いし行きます。ましょう。よろしくお願いします。いやーのどかですね。さすがもうサトウキビが立派で背が高い。ね背が高すぎる。このサトウキビとかもそうなんですけど、多良間島はどんな作物とかあるんですか？あ、そうですね。かぼちゃとか、お葉タバコとか、葉タバコ、あとニンニクもありますね。ニンニク、でもやっぱり多良間と言ったらサトウキビ、おうサトウキビと言ったら黒糖。おう黒糖は沖縄県で一番の生産量なんです。前言ったんじゃないですうんか。私が開発した商品、おうおう黒糖だったんですよね。黒糖作ってるもんね。そう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 開発して、で、は多良間島さんですよ。そうクリスタルが使ってるのは多良間島さんで、そうそうそう、美味しいから。わざわざここのを選んだってことですね。そう。わ、嬉しいです。あいや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 りがとうございます。もうさ、この体にいいこの農業が専門のクリスタルでも選ぶこの黒糖だったら間違いないですね、これは。いやーいいですね。この自然な環境、本当に見るだけで、ここにいるだけでもう体内からデトックスされた気分です。ねえ、わかる。本当に素晴らしい。嬉しいです。デトックスといえばなんですけど、はい多良間島ではもう一つですね、はい。今話題のスーパーフードおう、ノニ。何ジュースとかありますもんね。ありますよ。話題ですもんね。はい。はい。が栽培されてるんですよ。あ、作ってるんですね。はいはい。はい。近くにね作ってる圃場があるんで、はぜひそちらもご覧になってください。おお、いいですね。はい健康にいいものが専門だから行ってみたいです。もうそうですね。クリスタルといえばね。ぜひ行きましょう。行くしかない。行くしかない。のぼりさん、今日本当に素敵な案内ありがとうございました。ありがとうございました。また絶対遊びに来ます。よろしくお願いします。待ってます。自然豊かな多良間島の耕地面積は島全体のおよそ 40% にも及びます。主な農業は県内黒糖生産量の3割を占めると言われているサトウキビ、または葉タバコ、かぼちゃ、そして肉用牛が中心。近年ではスーパーフードとして注目を集めているノニの生産にも力を入れていて、今日はお二人と一緒に現地では八重山青木と呼ばれている多良間島のノニについてお勉強しましょう。もうまたね、サトウキビ畑と違うのどかさのところに来たんですけど。こんにちは。こんにちは。もしかしたら何を生産されてる方ですか？はい、リサトキのようでございます。よろしくお願いしよろしくお願いしま。ますなんか僕何は聞いたことありますし、あれなんですけれども実は植物として見たことがないので、これがノニなんですかね。はい、そうです。はあ、なるほどですね。少しね調べたんですけれども、ノニってもともとポリネシアあたりにも、生えてきていたものなんですけれども、これは多良間にも元からあったものですか？昔からあったそうです。南の島から流れてきて、うん。綿みたいですよ、中は。はい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 。実の中はね。実なんか割ったみたい。は綿みたいだから流れてきて、これ漂流してこの海岸について、それから種もそこから取ってきたんです。い。なるほどですね。じゃあ自然に生えてて、それでこうやってもう畑にして今の話題のスーパーフードっていうことですね。すごい見て。わあ、いっぱいある。パイのに。すごい。これが何なんですね。はい。なんか不思議な。なんかベリーとかみたいなものだと思ってました、僕。こういう感じで作られてるんですね。おお、見て。何？大きくない？
あ、ここえ、白くなってるねすごい。めっちゃ大きい。うわ、もうちょっと緑っぽいのとこうこの緑から白くなってるのがあるんですけ白くど、あ緑から白くなってあこれを収穫して白くなってかだからら収穫して、そこから熟成してなるほどですね。ただスーパーフードのこのノニの何がスーパーか、ぜひスペシャリストクリスタルに聞きたいんですけれども。はい。ポリフェノール、うんビタミン、ミネラル、栄養素がバランスよく含まれてるから、パワーが出ます。パワーがはい。出るんですね。パワーが出ますね。なるほど、パワーが出るというのもあるし、まあ、それだけ注目されてスーダーセットと言われるんですけれども、ノニはここからどういう感じで商品化されるんですか？そうですね。収穫して自分の工場で洗浄して、うんそれから1年ぐらい6ヶ月以上寝かして、うん、それから私が手絞りで絞って、手絞り、はいそれからジュースを作ってもらう。なるほどですね。それで最終的にノニジュースで、はいいいですね。まあ、ジュースとなったものってちょっと今日味見できたりとかしはいますか？できます。あ、飲んでみたいです。飲んでみたいですね。もうこれだけでも超また健康になって、また超元気が出そうです。元気になりたいです。ぜひお願いします。お願いします。これは私が作ったうん手絞りで絞ったノニジュースです。ほこれをエキスを金秀バイさんに送って、はいそれでジュースに作ってはいもらって、この作ったのはこのタラマノニです。ドラマのにですね。どうぞ。いただきます。飲みやすいでしょう。飲みやすいです。まろやかなんかなんかちょっと酸っぱいんですけど、うん甘みも入ってるから、全然飲みやすいですね。酸っぱいけど苦味が控えめうんうんでまろやか。なんかこれだったらね、健康のためにも頑張って、うん。ねえなんか続けて飲めそうですし、ねえ、これ絶対毎日飲めますね。ノニにはきっといろんな可能性があると思うんですけれども、美里さんは今後ノニをどういうふうに発展させていきたいですか？そうですね。娘が石鹸作ったりとか、おまたほう、はい、またこれからサトウキビと並ぶように生産量を増やして皆さんに提供できるように安くして体にいいのを提供したい気持ちですね。いや本当にでもサトウキビで有名なんですけれども、このノニもね、はいこの多良間島の元からあったものなので、なっそうですよねていくと思いますよ。またいろんな可能性ね、石鹸とかあるので、もうこれからノニの時代が来ると思いますよ。ノニの時代期待してます。期待してましょう。いや美里さん本日本当にありがとうございましありがとた。すうございますごく素敵ありがとなうございます。素敵な案内と素敵な笑顔でした。はい、また元気がたくさん出ました。いっぱい飲んでください。飲むよ。はい、もちろん。飲みます。イエーイ。カリー。カリー。さあクリスタルも本当にこの多良間島もう不思議なゆったりとした島時間と人々の温かさをたくさん感じれたけれども、どうでしたか？そうですよね。こののどかでサトウキビもノニもこの素晴らしい環境だからこそ作れるんですよね。本当にそうですよね。ねえ、でノニを飲んだから元気も出たし、こんな島に住んだら絶対長生きできると思います。そうだよね。確かに100歳とか200歳とか237歳ぐらいまでまあいけそうかなと思いますけれども、それはちょっと本当にねもうこの素晴らしい環境、もう素敵な島でなかなか来れなかった場所なので、これまでね、本当に来れてよかったですし、いつかね住みたい場所の一つが増えました。皆さんも機会があったらぜひぜひ来てみてください。そしてね、健康にも気をつけてね。はいそれでは See you later。今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちゅの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくうにげーさびら。うんじくみそうりよ。